はい、それでは始めさせていただきます。皆さんこんにちは。ブログ元気が出るとここの部屋のとここです。今日は海外での脱捨て脱オフィスの発展についてのお話をという、リクエストいただきまして登壇させていただいていますが、海外の現状を話すには恐縮ながらもどうしても一患者の私のことも含めて説明しなければなりませんので、少しお付き合いください。私は生まれて半年から各時代の最強レベルのステロイドを52年間使い続けまして、その後世にも恐ろしい副作用の大悪化を2年半の間に4度ほど経験しました。世界中にたくさんある非ステロイドグループに関わっているので、膨大な数のステロイドの副作用の写真を見たことがありますが、世界に誇るワーストレベルの一人が日本にもいたと言えるような壮絶な症状でした。住まいのある東京にステロイドを使わない入院施設がないために、保湿剤を全身に塗りながら自宅療養で耐え続けましたが、一向に良くならず、東京の駆け込み寺藤沢皮膚科に行ってみました。もう脱保湿以外ないと思ったんです。それまで脱保湿をやろうとしなかったのは、想像しただけでも痛そうだということもありました。そして当時脱保湿はすごい治療だという発信しているような患者さんがほとんどいらっしゃらなかったからなんです。何かのメーカーがこの商品は素晴らしいですよと宣伝しても、いい口コミがなければ買う気にならないのと同じです。当の先生たちがいくらこれはいい治療ですよとおっしゃったとしても、劇的に広まっていない治療が絶大な効果を発揮するとは多くの場合想像しがたいものです。さて、重症だったためにすぐに大阪の阪南中央病院を紹介していただき、即刻入院しました。そこで脱保湿治療提唱者でいらっしゃる佐藤健二先生の治療を受け、なんと一切の塗り薬なしで3ヶ月以内に全身の重症症状が全て消えるという驚愕の体験をいたしました。しかし脱保湿は驚異の治癒率でありながらメジャーな治療になっていないだけでなく、ご存じない方が多かったんです。これは驚きでした。一方、地獄の副作用に苦しんでいる方々が地球規模で莫大な数いらっしゃるのに、海外ではこれといった決定的な治療法がないのも知っていましたので、治り方を知った者が何とか助けてあげなければという思いが湧き上がり、私の新たな人生の挑戦が始まりました。まず2016年、ブログを始めてこの治療を広める活動を始めました。入院中に実践したこと、教わったこと、つまり良くなる方法をシェアし始めたんです。口コミですぐに広まりました。翌年には佐藤健二先生の許可をいただき、英語版も始めました。これがシェアに次ぐシェアで瞬く間に地球全体に広まりました。この通りです。ほとんどの国に読者さんがいてくださいます。乾燥する肌に保湿を一切しないという佐藤先生の逆転の発想と、それによって治癒が起こることが世界を驚かせたんです。2、3ヶ月後、世界中から私に次々とメッセージが届き始めました。アジアの小さな国の無名の一患者である私の言葉を信じて脱保湿治療を実践した膨大な数の方々が良くなっていたんです。しかし莫大なニーズの患者さんが脱保湿を始めていたので、質問などの世界対応を一人でやるには限界がありました。そこで Facebook で学習グループを作り、阪南中央病院で学んだ知識や佐藤先生の著書の抜粋やお言葉を英語に翻訳してシェアしました。この治療がすごいとあちこちのグループで評判になっているので、非ステロイドのサポートグループの中でもすでに世界の上位の方に入る集客ができています。質問などが押し寄せるので、佐藤先生にもアドバイスをいただいたりご協力をいただいています。一人で始めた活動ですが、世界中からサポートを名乗り出て私を手伝ってくださる方々も出てきました。また赤ちゃん子どもの脱保湿については、佐藤光子先生があちこちで発言された役立つお言葉を英語に翻訳して多数載せています。こういった流れから
講演会で話させていただく機会も増えていきましたが、近年のコロナ騒動でキャンセルせざるを得ないことが相次ぎました。脳裏には苦しむ患者さんたちが浮かびます。そこで腹をくくって YouTube を始めました。出たがりおばさんと言わないでくださいね。出たがりお姉さんと呼んでください。これは冗談ですけども、私は実は人前に出ることが何より苦手です。でも誰かが前線に立たなければこれが広まらないのは明らかでした。いろいろな業界がありますが、例えば家政婦さんでも神主さんでもとび職の方でも何でもですけど、その業界にスターがいるとその分野は広まり流行るものです。誰かがスターになってくれれば脱保湿も広まるのにと、当初は佐藤大先生をスターダムに押し上げてしまおうかと密かに企んでいたんですが、お忙しい先生をこれ以上引っ張り出せない関係上、もうこの際私が前線に立つしかないと思いました。ブログですらペンネームで顔出しもなしで忍びやかに始めたのに、今や YouTube ですから世界の展開を語るより自分の展開に時々めまいがします。しかしこのチャンネルでは私が英語の翻訳をつけると、海外でスペイン語翻訳を名乗り出てくださる方が現れ、3カ国語でどんどん広まり始めています。佐藤光子先生の YouTube も3カ国語で好評を博しています。さて、ここから先は脱保湿をやって良くなった私のブログの海外の読者さんたちの改善の様子をご覧に入れます。オーストラリアのこの読者さんは14日後にはもう赤みがき始めています。こちらアメリカの女性です。たったの6週間でこの成果です。現在も再発なしです。アメリカのお子さんです。下は1年後の結果ですが、お母さんは当初いろいろな治療を迷いましたが、熱心にたくさん質問されて脱保湿をマスターし、現在はこんなに綺麗になられました。肌が丈夫で美しいというのが画面を通してでも伝わるかと思います。こちらベトナムのお子さんです。2ヶ月後のこの美肌はお母様の学ぶ努力の賜物です。現在ベトナムで脱保湿を教える活動をされています。オーストラリアのお子さんです。こんな炎症も1ヶ月後には親御さんが確かな知識で脱保湿に取り組んだ結果です。アメリカの女性です。ステロイドをやめてレッドスキンシンドロームが始まってますね。次に一見悪化のように見える乾燥段階を通り過ぎて、努力と忍耐の3ヶ月後の結果です。イギリスのお子さんです。4ヶ月後に完治され、今ではプールでも何でも楽しんでいます。香港のお子さん、7ヶ月の成果をまとめてくれています。オーストラリアの赤ちゃんの4ヶ月の成果です。カナダの赤ちゃんの25日目の肩と背中です。アメリカの男性です。とても勉強熱心な方で、4ヶ月後にはこの結果です。世界一大きな非ステロイド団体のウェビナー、セミナーの番組なんですけども、そこで1時間脱保湿を完璧に説明してくださいました。先ほどの、イギリスの男性です。この時ご自分の結婚式の3ヶ月前で私に SOS のメッセージが来ました。何度もやり取りしながら脱保湿をお教えして、3ヶ月後にはめでたく結婚式を迎えられました。アメリカの男性です。覚悟を持って脱保湿を始め、忍耐でこの治癒の過程を乗り越え、4ヶ月後の成果です。確かな知識を身につけ、徹底的にやりきりました。学びの速さだけでなく、やり通す信念と勇敢さも素晴らしいと思います。カナダの84歳の男性です。全身症状でした。奥様がおっしゃいました。夫はかつてがんすら勇敢に乗り越えたけれど、60年連れ添って今回彼が泣いている姿を初めて見たわ。それほどこの薬の副作用は大変だということが伝わってきます。
ご夫婦で共に脱毛質を徹底的に学び、4ヶ月後、完治されました。88歳になった今も、お二人はとても仲良く健康に過ごしておいでです。奥様は私の活動を地球の反対側で日夜手伝ってくださっている方々の一人です。ご覧いただいたように、脱毛質は正しい知識であれば治癒改善する素晴らしい治療ですが、もちろんご本人たちの並々ならぬ覚悟と学ぶ努力、壮絶な症状を乗り越える忍耐のもとに治癒が成立することも一言加えさせていただきます。ところで、世界の動きはこれだけでは終わってないんです。このような世界的なセンセーションの中で、イギリスでは脱毛質で大成功した方々が次々とあちらのメジャーなメディアに取り上げられ始めたんです。ザ・サンはイギリスの発行部数1位のタブロイド紙です。デイリーメールですね。発行部数2位のタブロイド紙です。はい、そしてデイリーミラー、メトロなどなど、お聞きになったことのある名前かと思います。たくさんの新聞に日本のドクターケンジ佐藤の脱毛質をやって良くなったと佐藤先生のお名前が明記されています。会ったこともない一人の医師の発見した治療を信じ、全力で取り組んで良くなった方々が世論を動かし始めました。ブログの英語版発信からたった3年後の2021年1月、イギリスの世論が動き、英国湿疹協会と英国皮膚科学会がステロイドの副作用を認める共同声明を発表しました。ステロイドの歴史始まって70年来の世界初の快挙です。同年9月、イギリスの政府もステロイド含有剤の副作用について政府広報で警告を発表しました。驚くべき進展です。ご存知のように、イギリスはかつて世界中に植民地などを持っていた歴史があります。イギリスが発信すると、それは瞬く間に北半球、南半球、アフリカ大陸の最南端まで届き注目されます。他の国々が追随するのも時間の問題でしょう。これはもう世界的革命が始まったと言っても過言ではありません。このように遠いヨーロッパの国の社会的意識の変革の一助となっている日本の脱毛質治療ですが、それほどの治療が本家本元の日本で広まりきっていないという社会情勢と医療の現状を、ここに参加した皆さんには知っていただきたいと思います。それまで当たり前だと考えられていたものの見方や考え方、価値観が劇的に変化することをパラダイムシフトと言いますが、ある国の皮膚科医はご自分の患者がステロイドをやめて日本の脱毛質を始め、みるみる症状が消えてしまうのを目の当たりにし、これはパラダイムシフトだ。今まで自分が信じてやってきた治療を謙虚に考え直さなければならないとおっしゃったそうです。日本のマスコミはこの問題を取り上げませんが、現実には多くの日本人が知らないところで、このようにパラダイムシフトが起こり、地球規模で売れ続けているステロイドの副作用が世界的問題に発展しています。患者さんが世界中で声を上げ始めているからです。なぜ世界を動かす治療が一般に知れ渡っていないのでしょう。それは今まで知らせようという動きが少なかったからです。薬なしで良くなることを多くの方々がご存じないからです。ステロイドなしの治療を否定される皮膚科の先生たちが多いのはなぜでしょう。薬なしでのこの奇跡の治癒の経過をご覧になったことがないからです。広まりきらない理由はいろいろあるんですが、究極の理由は知らせるというアクションの絶対数が不足しているからです。知ること、知らせることなしで社会は変わりません。ではどうするか。SNS を使いこなせばいいんです。患者一人一人が発信し続けている先生たちや活動家の方々に毎日1個でもいいねやシェアなどするだけで、それは想像を絶する大きな波になります。
多くの患者たちの興味の対象を一般の方々へもアピールすること、つまり知らせることなしで前進はありませんし、いい治療も広まりません。ステロイドを使わないという選択権のある成熟した社会を作るのは私たち患者なんです。脱保湿の先生たちは非常に少ないんです。一方、私たち患者は莫大な数いるのに、その数の力がまだ生かしきれていません。マスコミが動かなくても、患者の力で小さなテレビステーションを大きく育てるような動きをすればいいんです。辛いなら、辛いからこそ、何一つ行動を取らずに一日を終わらせないでください。あなたのほんの 0.1 秒のワンクリックの繰り返しが、ゆくゆくは生きやすい世の中となってあなたのところに帰ってきます。違う考えの方々をねじ伏せる必要はないんですよ。淡々と粛々と事実を伝え続けるだけでいいんです。社会の常識がひっくり返るまで、私は皆さんをサポートし続けたいと思っています。世界はすでに動き始めていますよ。ご清聴ありがとうございました。